皆様こんにちは。頭のおかしいみえちゃんです。ねえ、僕のファンはね、頭のおかしい人が多いってね言ってくれましたね、風さん。もうあれでね、十分わかりましたよね、私たち風民はね。そうですよ。このね、風さんの愛がたっぷり詰まった言葉がわかるのはね、もう風ファンだけですもんね。まあね、頭がおかしいって言われてね、喜んでるんだからね、やっぱり頭おかしいのかもしれないけどね。うん、確かにね、風さんをね、愛しすぎてみんなおかしくなってますよ。うん、そしてハッピーになってますね。ねえ、風さん、3部門いただきましたけれどもね、シンガーソングライター賞ね、アルバム賞、そしてもう一つね、フィーリング Good もね、本当におめでとうございます。まあ、そんなわけでね、今日はね、ミュージックアワードジャパンのね、授賞式を見た感想をね、まあ、バカ話ですけどね、交えながら皆さんとね、またシェアしたいと思います。まあね、昨日、一昨日ですかね、もうね、みんなね、YouTube とかね、テレビにかじりついてね、固唾を飲んでね、風さん登場を待ってましたよね。私もね、うちの小さいテレビじゃね、迫力ないから、でね、妹のところに呼ばれましてね、妹の旦那と3人でね、もう、わーわーキャーキャー言いながらね、盛り上がってましたよ。ね、今日はね、今回はね、また例によってね、ジョニー・デップみたいなね、おひげさんでね、登場しましたけどね。まあね、ジョニー・デップをね、ぐっと若くしてね、こう言っちゃなんですけど、何倍もハンサムにしたようなね、なんて言うとね、またジョニー・デップのファンに殺されますから、あれなんですけれども、まあね、世界に通用するイケメン大賞っていうのがあればね、絶対風さん、1位ですよね。はい。まあね、個人的な好み言うとね、私ヒゲなしの風さんがね、ピュアな感じで好きなんですよ。でもね、まあなんていうかね、その方がナチュラルっていうかね、風さんはね、あるがままの人ですからね。まあでもね、そういえばヒゲがあるのとね、ないのとね、どっちがあるがままなんでしょうね。本当のね、あるがままだとね、ずっとヒゲ伸ばしっぱなしで、膝まで行くって感じですかね。うん、なんか想像しちゃいましたけど。まあね、風さんが出てきてね、風さんの立ってるところだけね、なんかね、こう、あそこだけハリウッドかみたいな感じでしたけどね。まああれ見るとね、やっぱりこの人はね、海外にもう行くべき運命の人だなってね、改めて思ったりもしましたけど、ね、日本の中にしまっておくのはもったいない感じしますよね。でもね、とかく芸能人とかね、ミュージシャンとか言えばね、庶民にはね、手の届きそうもないブランドでね、身を固めてね、行くっていうのがね、本筋なんでしょうけれども、まあ、風さんの今回ね、おしゃれなことね、もう一段と素晴らしかったですね。もちろんね、スタイリストさんのおすすめとかね、アドバイスとかあるんでしょうけど、風さんのね、好みでしょうしね、まあ、日産ライブのね、時以来ね、風さんが着てるものが私、なんだか知らない、とても私好みなんですよ。日産ライブの時はね、深い海の色のようなね、ブルーのスーツみたいのとか、あと刺繍入りのね、ブラウスにサンダルとかね、あとはアジアツアーの時のね、パッチワークのドレスとかね、あとNHK の紅白の時着てたレトロなコートやね、シンプルなスーツ姿ね、ねえ、ああいうのがなんか風さんの魅力をね、すごく引き出しているように感じますね。でね、今回ね、温かみのあるオーガニック素材。ね、そしてね、中に柔らかそうなシャツ着てましたけど、金太郎さんなんかが染めててね、染められてて、この金太郎のね、和の感じとっても素晴らしかったですね。似合ってましたね。なんか案内係さんにね、襟元直してもらったりしてましたけど、
私ね、この金太郎さんでちょっと思い出したのはね、今私が企んでる動画があるんですけどね、それ見てちょっと思い出しましたが、それについてはね、後日のお楽しみっていうことでね、まあこの素敵な衣装を着てね、ポケットに手を突っ込んでね、ラフな感じでとっても素敵な風さんでしたね。そしてね、のっけからね、風さんアカペラでね、そんなの関係ねえとか言ってね歌ってるシーンあったんですけど、ご覧になった方いらっしゃいます？あれね、何が関係ねえのかなって言ってたのかなって思ったんですけど、多分ね、このミュージックアワードのね採点はね、誰が賞を取るとかね、誰が勝ち取るとか、そんなのは関係ねえって歌ってたのかななんてね、そうだったらいいななんて勝手に想像してました。うん、だってね、風さんの曲をね思い出せば分かりますよね。祭りのね、勝ちや負けとか一切ないね、あと特にないではね、ご褒美欲しがるからいつも腹が減ってるね、もうええわではね、やるだけやってあとは任してね、それからワーキングハードでもね、結果なんぞ買ったりいいわですよね。これが風さんの世界ですから。あとね、思い出したのはサンムーンっていう曲ありますね。この曲のね解説リクエストいただいてね、もうずっとねやってなくて申し訳ないんですけど、必ずねそのうちやりますのでね、でね、これにもね決定的なこと言ってますよね。You win and I lose と言ってますね。あなたが勝って私は負ける。What's the difference? ね、何が違うのか。There's no difference. ね、何も違わない。これですよ。ね、もう、これはね、もう禅で言うね、無分別地っていうのがあるんですけど、まあ全くね、差別のない世界ですね。もうすべて一つであるっていうことです。で、その分別、この無分別地の分別がない世界。分別っていうとね、一般的にはね、常識があるとか、物分かりがいいとか、そういう意味なんですけれども、まあ禅仏教ではね、全く違う意味なんですね。自分とそれ以外を分けてしまうっていうのが、禅でいう分別なんですね。あんまりいい意味じゃないんですよ。つまりね、自分は世界とは切り離された個別の存在だっていうのが分別なんですね。で、それがあると苦しみが生まれちゃうんです。そしてね、その分別がない、全て一つで自分も他人も他のものもない、分け隔てのない世界なんですね。別の言葉で言えばね、空ですね。これが風さんのいる世界なんですね。だからこそね、風さんはね、もう初めからリラックスして、もう賞をもらうとかね、もらわない以前にね、この一大イベント、ね、セレモニーそのものを楽しんでいるっていうのがね、手に取るように分かりましたよね。このね、一大セレモニーに参加してね、それがハッピーだったと。ね、その一部になってよかったと言ってましたよね。もうまさにワンネスですね。いつかお話しした通りね、お父様にもね、小さい頃から聞かせていただいてたようですが、海の泡についての話をね、思い出せば分かりますよね。一部になってよかったっていうのはね、まさに海の泡でよかったって言ってるんですね。私たちはね、海の泡であり、ね、泡はそれぞれね、形も違うし、まあ、泡でいる時間もね、それぞれ違いますね。一瞬で消えてしまうね、泡もいるだろうし、少し長持ちする泡もいるだろうし。でもみんな消えても元の海に戻るだけですよね。もうまさに帰ろうですね。だからね、差があるように見えても、もうみんな海だし、ね、泡っていうのは、まあ一時の幻想ですね、いわばね。で、実は何の差もないっていうことなんですね。まあね、もっと言えばね、あなたが賞を取れば、
それは私がもらったのと同じことなんですね。ワンネスの世界ではね、全てが自分ですから、もう年も性別もね関係ないし、上も下もないんですね。だからね、嫉妬心もね羨望も生まれません。うん。そしてね、その通り風さんはまさにね、一瞬一瞬をね純粋に楽しんでましたね。京都の人はみんな温かくてね、いい人と言ってましたけど、まあ無分別地のね世界、ワンネスの世界にいると必ずそうなるんですね。嫌いな人っていうのがね、周りからいなくなっちゃうんですよ。ねえ、不思議ですね。インタビューのねシーンがかなり長くありましたけどね、あれ見てると本当にね、風さんの人格ね、生き方がね手に取るように分かります。ねえ、ぬいぐるみが可愛いってね、なでなでしたりね、まあ例によってあるがままですから、一瞬女の子や幼児帰りしてますね。はい。そしてね、なんか眠れない人の相談だったのかしら、なんかね、それにも丁寧にねアドバイスしたりしてましたけどね、ポジティブにフォーカスする瞑想がいいんじゃないなんておっしゃってましたね。案内のおじさんがねちょっとゆらゆら心配そうでしたけどね。風さん丁寧に答えててね、バックグラウンドミュージックのね、ね花ね、ピアノも良かったしね、満ちていくの生演奏ね聞きましたけどね。まあ私は本当にね、亡くなった主人とかね、母とか父とかね、愛する者たちのことをね考えながら、海の泡のことをずっと思い出しながら聞いてましたよ。そしてね、あれを聞いてね涙が出た人もいると思いますよ。で最後のね受賞の瞬間ね、もうあれ最高でしたね。ねえ、Love all, serve all って言われてね、風さん戸惑いながらもね、ステージに上がってね、まあ何言うかと思ったらね、また天然丸出しでね、ついに出ましたね、あの言葉がね。妹がね、絶対言うよ、きっと出るよ、もう絶対あれ言うよってね、予言してたんですけど、ね、すみませんねが出ましたよ。はい。もうね、笑いの渦ですよ、その時ね。私たちもう我を忘れちゃってね、もうまさに無我の境地になっちゃってね、もう笑いこけてましたよ。はい。まあね、受賞のたびになんか謝ってるんですけど、まあそんなわけでね、最後までね、日産ライブね、アジアンツアー、紅白以来ね、最高に盛り上がった瞬間をね、またいただいたわけですけど、本当に今回もね、カズさんらしさをね、貫いてくれてね、その生き方ね、その愛をね、いっぱい私たちにくれましたね。そしてね、最後にやっぱりね、しっかりと言ってくれましたね。自分の心の中にある愛をどんな形であれ世の中にシェアしていってほしいと。ねえ、これが風さんの活動ですね。生き方のすべてであり、私たちも幸せになる道でもあるんですね。まあね、風さんはこうしてね、3つも受賞しましたけど、もう実はね、風さんはこの地球上で一番の賞をすでにもらってるんですね。はい。それはファンからの愛っていう賞ですね。愛をいっぱい風さんがくれるからね、また愛がいっぱい返ってくるんですね。この世はね、すべて因果で動いてますね。カルマっていう言葉もありますけれども、やったことが結局すべて自分に戻ってくるんですね。そのことはね、長く生きてるとね、誰でも自然に真実だって分かります。若い時はね、経験していくうちにね、それが分かってくると思うんですけれども、まあ風さんはどういうわけかね、あんな若いのにもう分かっちゃってるんですけどね、それはどういうことかって言えばね、人を愛せば愛されるし、嫌えば嫌われる、ね、妬めば妬まれるんですね。だからね、風さんのようにいつも心に愛を持ち続けたいですよね。もう失敗してもいいんですよ。
エゴで間違っちゃってもね、その時気づいてまた修正するだけなんですね。その繰り返しがもう人生だと思ってます。はい、そんなわけでね、これからもね、風さんを精一杯応援しながらね、皆さんとね、毎日を楽しく生きるコツをシェアしていきたいと思いますので、はい、またよろしかったらチャンネル登録とかお願いしますね。はい、本日も楽しい時間を本当にありがとうございました。さようなら。